こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回は間違うことを大前提にすると多くのことがうまく回るというタイトルでお話しします。私たちはありとあらゆる場面で勘違いをしたり、うっかりミスをしたり、区別すべきものを混同したり、間違いをしたりしてしまうものです。間違うことを大前提にして、間違いに寛容な姿勢で物事に取り組めば、多くのことがうまく回るようになるという話です。最初に一つだけお断りします。間違えようとして意図して間違えろと言ってるわけではありません。またその間違いにより命の危険にさらされたり大きな損失を被ることは話は別だということです。大抵のことは間違えても死ぬこともないだろうし、非常に大きな損失が発生することもめったにありません。今回は大抵の場合はという文脈でお話しします。まず最初に間違いを大前提にすれば人間関係が良好になります。同じ場所で同じ説明を聞いても人はいろいろな解釈をします。わかりやすく話したつもりでも相手には正しく伝わっていなかったということもしばしばあります。それにより勘違いが起きても間違いを前提にしていれば人間関係も悪くなりません。説明した側は自分の言い方が良くなかったと考えるかもしれません。でも間違いを前提にしていればうまく説明できなかった自分を責めることもありません。その代わり、じゃあどうしたら相手に正しく伝わるかと考える心の余裕も出てきます。間違いを許さず、うまくいかないことを許可しなければ、自分責めに時間とエネルギーを費やして、改善の余地を考える心の余裕もなくなります。自分はわかりやすく説明したと自信を持って言える場合にも、間違いを前提にした方がいいです。さもないと、なんであいつはこれがわからないんだと相手を非難することになるからです。勘違いや何かを混同してしまうことは普通に起きることだと心得ていれば相手を責めることもありません。間違うことやうまくいかないことは当たり前だと考えて、間違いやうっかりミス、勘違いがあってもそれを許容する姿勢があれば自分に対しても他人に対しても優しく接することができます。間違いは絶対にダメと厳しい態度を示せば、物事がスムーズにいかないときに自分のことを責めたり、他人のことを責めたりして、自分や他人との人間関係が悪化します。自分責めをすれば、自分を精神的に追い込んで、気分も落ち込み、やる気もなくなります。エネルギーが落ちて、パフォーマンスも下がります。自分責めの結果は損ばかりで、得することは何もありません。間違いをした他人を責めれば、それにより人間関係が悪化します。お互い不愉快な気分になり、協力し合ってやることもなくなるでしょう。他人を責めれば、自分も同じように他人から責められます。お互い責めの姿勢では、良好な人間関係や信頼関係も築けず、建設的なことを一緒にやることもありません。他人を責めることもろくなことはなく損するばかりです。間違いは当たり前のように存在します。そう思っていれば間違いにより自分を責めることもなく他人を責めることもありません。自分にも他人にも優しい気持ちになれます。自分との人間関係や他人との人間関係がうまくいけば多くのことが自然と良い方向へ進みます。計画を立てるときにも
間違いを大前提にした方がいいです。多くのプロジェクトが期限までに終わらずオーバーランしてしまうのは、計画を立てるときに間違いを前提にしていないからです。すべてのことがミスなく動き、すべてのことが順調に進むと仮定して、きちきちに計画を立てているからです。しかし現実的には何もミスもなく、勘違いも起こらず、期待通りに物事が進むことは稀です。プロジェクトに関わる誰かがどこかで失敗したり、間違いを犯したりします。皆が正しく理解しているだろうと思われることでも誰かは勘違いをしています。時間を間違えたり、日にちを間違えたり、場所を間違えたり、やり方を間違えたり、そんなことは日常茶飯事であり、常に起きていることです。間違いをするかもしれないことを全く考慮せずに、きちきちの計画を練れば、ろくなことは起きません。時間が足りなくなり、焦りの気持ちが出て、パニック状態で行動すれば、余計間違いやすくなります。焦りで動けば、視野狭窄になり、正しいことが見えなくなってしまいます。ミスを大前提に十分余裕を持って計画すれば、起きたミスにも焦ることなく対処できます。焦りがなければ効率よく動けます。期日近くになってドタバタして誰かが徹夜をして無理しなければならない状況も防ぐことが可能です。誰も犠牲になることなく心穏やかに落ち着いて行動そのものをエンジョイしながら質の高い仕事を仕上げることもできます。間違えることは普通に起きます。うまくいかないこともよくあることです。このことを頭の片隅に入れていろいろなことに臨めばチャレンジもしやすくなります。新しいことに挑戦する場合、最初からパーフェクトに行くことはほとんどありません。期待通りに動かないことは当たり前です。間違いやうまくいかないことを大前提にすれば、失敗を極度に恐れなくなります。そうなれば積極的にいろいろなことにどんどんチャレンジしていけます。間違ったらいけない、ミスしたらいけない、うまくいかなかったら恥ずかしい。そんな気持ちが強ければ、これ面白そうだなというものに出会っても、じゃあやってみようという気にはなりません。うまくいかなかったらどうしようという気持ちが先行するからです。間違えたら恥ずかしいと思えば消極的な姿勢になり何もできなくなります。いろいろなことを試してみなければ自分の可能性に気づくこともありません。能力の花を咲かすこともありません。頭の中でいろいろ考えても実践することがなければ現実は何も変わりません。考えるだけと実際にやってみるとは大きな違いがあり、どんなに立派な考えをしても実践なしでは良いことは起きません。気軽に実践するためには間違えてもいいんだと自分に許可を出すことが重要です。さもないとミスが怖くて尻込みしてしまいます。なかなか始めることもできないし、前に進むことも難しいです。間違うことを否定的に取る人もいますが、間違うことは私たち人間にとっては日常茶飯事です。私たちはありとあらゆる場面で勘違いをしたり、うっかりミスをしたり、混同したり、間違えたりします。間違いは仕方ないことだと受け入れて、間違えることを大前提にすれば、人間関係もうまくいくし、賢く計画することも可能です。いろいろな挑戦に気軽にチャレンジできるようにもなります。間違えることに寛容になって、お互い許し合って幸せに生きていきましょう。ということで今回は間違うことを大前提にすると多くのことがうまく回るというタイトルでお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。